浅草にある野浦のシェフの松本義雄です。今日は家庭でも簡単に作れる魚介の入ったあんかけ茶碗蒸し柚子胡椒風味をご紹介いたします。まず出汁を取っていきます。こちらは、500g に、昆布を前日から漬けたものになります。これを中火ぐらいで昆布の出汁が出れるようにゆっくりと火入れていきます。ちなみにこれつけとくのはどれぐらいの時間最低水につけとけばいいかな2時間か3時間前ぐらいつけていければ大丈夫だと思います。沸騰直前で昆布を取り出すので、あまり火が強すぎると昆布の出汁が出る前に沸騰してしまうので、ゆっくりの方がいいです。この辺だったら昆布1回取り出します。で、鰹節 8g です。この時は火加減どれぐらいが弱火で濁らない程度で2分ぐらい煮出していきます。これでだしの出来上がりです。でこのまま卵を入れると固まってしまうんで粗熱取ります。でここに300g だし入れます。でここに卵2個入れます。であまり泡立てないように溶いていきます。茶碗蒸しのだしと卵の割合は 180cc に卵 50g の卵1個になってまして、で今日お魚割とボリュームはしっかりしているので、ちょっと固めに150に対して卵1個の割合で作ってます。でこれに塩が今 400g になってまして、400の 0.7% の塩を入れていきます。滑らかにするためにこします。でこれ卵はこれは入れないもので
あと塩のパーセンテージも多分、大事で、キッシュとかフランス料理だとキッシュとかもいつも全体の卵に対して 0.7% の塩を入れていくと、もうこう家庭だと小さじ1杯とかその目分量になってしまうんですけど、その全体に対して何%の塩を入れればこう味が決まるっていうふうにしてます。これで 80g にします。すみません。80度で30分のバプールです。ご家庭では普通の蒸し器で一緒に作れます。茶碗蒸しを蒸している間に魚の準備をいたします。今日はスズキを用意しています。白身魚は何でも大丈夫です。でお好みでこの中にエビを入れたりホタテ入れたり具材を楽しんでいればと思います。1個だいたい 30g を目安で、ここに塩コショウします。でこれでしばらくマリネしておきます。スプーンですくって食べる時の大きさぐらいになっています。こんな感じ。そうですね、液体が固まった感じですね。こう傾けても見てもらって、まだこうだれてくるようだったらまだこれでまた魚が固まるぐらい。これで8分最初入れていきます。でその間にあんを作っていきます。これ、コンソメですね。
ご家庭でしたらだしに醤油とお酒とみりん入れた定番のあんでも代用できます。でこれをとろみをつけていきます。これはくず粉でとろみつけていきます。これに柚子胡椒を入れていきます。で柚子胡椒を、塩分が入っているのが多くて、でこのまま入れるとしょっぱすぎるので、一回これは水入れて塩を抜いてものになります。これでこれで完成です。こちらで出来上がりです。ぜひご家庭でも作ってみてください。